まあ、こぼしちゃったわ。手伝ってあげたのよ、カオルちゃん。笑い声が響いた。トマトソースが髪を伝い、白いブラウスに赤い雫が落ちる。8人の同級生がテーブルを囲んで笑っていた。大丈夫よね。まさかここで泣いたりしないわよね。カオルは動けなかった。ただ、冷たい瞳で一人一人を見つめた。シャンデリアの光が彼女の蒸れた方を照らしていた。その瞬間、誰もが思った。これで終わりだと。けれど、彼らはまだ知らなかった。本当の地獄は、これから始まるのだということを。横浜の古い団地に暮らして、もう20年になります。宮部薫は今年、63歳を迎えました。夫を亡くしてから一人暮らしですが、慣れてしまえば静かで悪くない毎日でした。その日も、いつものように郵便受けを開けました。チラシに混じって、一通の白い封筒が落ちてきました。手に取ると少し厚みがあります。差出人の名前を見て、薫の指先が止まりました。佐伯理香、中学時代の同級生でした。封を開けると、丁寧な文字で書かれた案内状が入っていました。卒業45周年同窓会のお知らせ。薫はゆっくりと目を通しました。日時は来月の土曜日。場所は昔通った中学校の近くにある料理店。懐かしい名前がいくつも並んでいました。けれども、薫の胸には不思議な重さが残りました。あの頃の笑い声が耳の奥でよみがえってきたのです。教室の窓際で笑っていたあの人たち。廊下ですれ違うとき、視線をそらされた日々。あの人たちにもう一度会うの。薫は封筒を持ったまま、しばらく立ち尽くしていました。窓の外では夕暮れの空がゆっくりと色を変えていきました。返事を書かなければと思いながらも、ペンを持つ手が動きませんでした。45年という時間は、何を変えて、何を変えなかったのでしょうか。薫は、そっと封筒を机の上に置きました。最初はいくつもりなんてありませんでした。案内状は机の引き出しにしまい、そのまま忘れようと思いました。けれども、週末に娘が訪ねてきました。娘は封筒を見つけると、静かに言いました。お母さん、もう逃げなくていいんじゃない。薫は答えられませんでした。娘は続けました。私、知ってるよ。お母さんがあの頃、どんな思いをしてたか。胸がキュッと締め付けられました。40年、看護師として働き続けてきました。夜勤も休日出勤も自分から進んで入った。そうしないと、あの頃の自分が許せない気がしたから。誰かを救うことでしか自分を許せない。それが私の逃げ道だった。患者さんからは信頼され、後輩からは慕われました。それでも心の奥では、ずっとあの日の屈辱を抱えていたのです。中学3年生の秋、クラスで孤立していたあの日々、誰かが笑うたびに、自分のことを笑われている気がしました。廊下を歩けば、ひそくそ話が聞こえました。佐伯理香は、その中心にいました。明るくて人気者で、誰からも好かれる存在でした。薫は、その反対側にいました。45年経った今も、あの感覚は消えていませんでした。特に佐伯理香が、あの人の隣で笑っていた、あの瞬間が、娘が帰った後、薫は長い時間考えました。このまま逃げ続けるのか、それとも一度だけ向き合ってみるのか。翌朝、薫は灰色のコートを手に取りました。鏡の前で何度も着て脱いでを繰り返しました。向かう先は、鎌倉のフレンチレストランラルーチェ。
地図を確認すると、駅から歩いて15分ほどの場所でした。出かける直前、カオルは手が震えていることに気づきました。玄関の鍵を握りしめながら、深く息を吸いました。本当に大丈夫なのだろうか。不安が胸の奥で渦を巻いていました。けれども、もう引き返せない気がしました。カオルは静かにドアを閉め、団地の階段を降りていきました。鎌倉駅から歩くこと15分。静かな住宅街の奥に、レストランのルーチェはありました。重い扉を開けると、シャンデリアの光が目に飛び込んできました。店内は思ったより明るく、眩しいほどでした。奥のテーブルでは、すでに8人の同級生が集まっていました。ワイングラスを傾けながら、楽しそうに話しています。カオルが近づくと、佐伯理香が気づいて手を振りました。あら、宮部さん。久しぶり。明るい声でした。けれども、カオルには笑顔が作れませんでした。席に座ると、すぐに質問が飛んできました。カオルちゃん、まだ独身なの？まあ、看護師じゃ、結婚どころじゃないわやね。結局、あの頃からずっと、一人で生きてるまね。笑い声が次々と重なります。カオルは短く答えました。夫は5年前に亡くなりました。一瞬、静かになりました。ところで、あの人とはどうなったの？卒業間際に、カオルちゃんに優しくしてくれた。あのバスケ部のエース君。けれども、すぐにまた話題が変わりました。そうなんだ。大変だったわね。と、理香はわざとらしくため息をついた。その目には、むしろ安堵の色が浮かんでいた。その言葉に、温かさは感じられませんでした。料理が運ばれてきました。スパゲッテリ、サラダ、魚のソテー。みんなが食べ始めると、また笑い声が広がりました。カオルは静かにフォークを動かしていました。その時でした。隣に座っていた女性が冗談めかして言いました。ねえ、カオルちゃんって、人生も食生活も昔から真面目だったよね。たまには刺激が必要よ。そしてその手が動きました。皿の上の真っ赤なトマトスパゲッティが、意図的にカオルの頭に投げつけられました。トマトソースが髪を伝い、頬にしだれてきました。白いブラウスに赤い雫が落ちました。テーブルが一瞬凍りつきました。けれども次の瞬間、誰かが笑い出しました。ふふふ、手が滑っちゃったわね。これで、カオルちゃんの白いブラウスも、ちょっとは情熱的になったかしら。笑いが広がりました。まあ、大丈夫よね。これで昔の借りは返したってことで。おしまいよ、カオルちゃん。カオルは動けませんでした。髪からソースが滴り落ちる音が聞こえました。周りの笑い声が耳の奥で響きました。45年前と何も変わっていませんでした。カオルはゆっくりと顔を上げました。そして冷たい瞳で一人一人を見つめました。誰も目をそらしませんでした。ただ笑い続けていました。カオルの手がテーブルの端を握りしめました。その指先は白く震えていました。カオルは何も言わずに席を立ちました。誰も引き止めませんでした。笑い声だけが背中に突き刺さりました。レストランを出ると冷たい空気が頬を打ちました。夜の鎌倉駅までひたすら歩きました。途中から雨が降り始めました。傘は持っていませんでした。けれども、立ち止まる気にはなれませんでした。髪に絡みついたパスタが冷たく肌に触れました。トマトソースの匂いが雨に混じって流れていきました。駅のホームに着いたとき、カオルはベンチに座り込みました。誰もいない深夜のホームでした。どうしてまたあの場所に戻ったの？声に出してつぶやきました。娘の言葉を思い出しました。
もう逃げなくていいんじゃない。逃げなかったから何が変わったのでしょうか。何も変わっていませんでした。45年前と同じでした。むしろもっと惨めになった気がしました。その時、ポケットの中でスマートフォンが震えました。娘からのメッセージかと思いました。けれども、画面を見て、カオルは息が止まりました。通知が表示されていました。同窓会でのいじめ動画が投稿されました。指先が震えました。アプリを開くと、そこには先ほどの映像がありました。スパゲッテギを投げつけられる瞬間。笑う人々の顔。そして、呆然と座るカオルの姿。再生回数は、すでに数千回を超えていました。コメント欄を開いてしまいました。これはひどい。いい年してこんなことするなんて。かわいそう。見知らぬ人々の言葉が次々と流れていきました。同情の言葉もありました。けれども、それがかえって辛く感じました。カオルは画面を閉じました。雨が強くなっていました。髪から滴る水が冷たく首筋を伝いました。40年間、懸命に生きてきました。患者さんのために、夜も昼もなく働きました。それでも、この瞬間、何の意味もないように思えました。電車が来ました。カオルは立ち上がり、車内に入りました。窓に映る自分の顔を見ました。髪は濡れて乱れ、服は汚れていました。けれども、目だけは乾いていました。涙さえ、もう出ませんでした。横浜の団地に着いたのは、夜中の2時でした。部屋に入ると、すぐにシャワーを浴びました。髪を洗いながら、ようやく涙が出てきました。もう、終わりにしよう。カオルは鏡の前で、自分に言い聞かせました。けれども、心の奥で別の声が囁きました。本当に、このまま終わっていいのか。翌朝、カオルは病院の退職届を書きました。40年間勤めた職場でした。けれども、迷いはありませんでした。封筒に入れ、引き出しにしまいました。代わりに、パソコンを開きました。ブログのアカウントを作りました。ペンネームは夏目。誰にも知られない名前でした。テーマを考えました。指が静かにキーボードを叩き始めました。見えない暴力の記録。最初の記事を書き始めたとき、ふと手が止まりました。窓の外から小学生の笑い声が聞こえてきました。その声を聞いて、カオルは思い出しました。自分が小学生だった頃のことを。あの頃、私は信じていました。小さな優しさがすべてを変えられると。教室の窓から差し込む光。チョークの白い粉の匂い。友達と分け合ったお弁当の温かさ。先生が読んでくれた本のあの静かな声。人は誰でも優しくなれるんだよ。その言葉をカオルは信じていました。けれども中学に入ってから何かが変わりました。誰かを笑うことが仲間になる証のようになりました。優しさは弱さと呼ばれるようになりました。カオルはその中で孤立していきました。そして45年が経ちました。今も何も変わっていませんでした。パソコンの画面を見つめながら、カオルは静かに文章を綴りました。派手な言葉は使いませんでした。ただ、あの日の出来事を淡々と書きました。笑い声のこと、スパゲッティのこと、そして誰も止めなかったこと。文章は静かでしたが、切実でした。記事を投稿しました。最初は誰も読まないと思っていました。けれども翌日、アクセス数が増えていました。コメントが届き始めました。私も同じ経験があります。この痛みは一生消えません。記事は拡散され、地元のニュースサイトにも取り上げられました。これは実際にあった出来事なのか。読者たちはざわめき始めました。
カオルは画面を見つめながら、小さく息を吐きました。あの頃信じていた優しさは、消えてしまったのでしょうか。それともまだ、どこかに残っているのでしょうか。カオルには、まだわかりませんでした。記事が投稿されてから3日が経ちました。アクセス数は10万を超えていました。コメント欄には様々な声が寄せられました。この話、どこかで聞いたことがある。鎌倉のレストランって、もしかして。やがて、誰かが気づき始めました。記事に登場する人物たちが、誰なのかを、名前は書かれていませんでした。けれども、状況を知る人には、すぐにわかりました。市議会議員の夫を持つ佐伯理香。地元中学の校長になった男性。彼らの名前が SNS で囁かれ始めました。最初は小さな噂でした。けれども、あっという間に広がっていきました。佐伯理香の自宅前には記者が集まりました。あの記事について何かコメントはありますか？彼女は無言で車に乗り込みました。表情は固くこわばっていました。校長の男性は保護者からの電話に追われました。先生は本当にあんなことをしたんですか？子供たちにどう説明すればいいんですか？彼は何も答えられませんでした。ただ、受話器を握りしめるだけでした。地元のニュースサイトが続報を出しました。同窓会いじめ事件、関係者の実名が特定か。SNS は炎上しました。佐伯理香の夫は市議会で追及を受けました。妻の行為についてどう考えているのか。彼は答弁に窮しました。妻とは現在話し合いの最中です。その言葉は何の説得力もありませんでした。翌週、校長は辞職しました。理由は一身上の都合と発表されました。けれども、誰もがその本当の理由を知っていました。佐伯理香も地域の役職をすべておりました。PTA の会長、婦人会の代表。彼女が築いてきた地位は一つずつ崩れていきました。カオルは自宅でそのニュースを見ていました。パソコンの画面には炎上する記事が映っていました。けれども、カオルの表情は晴れませんでした。むしろ、重苦しいものが胸に残っていました。娘から電話がかかってきました。お母さん、ニュース見た。見たわ。これで少しは気が晴れた。カオルは答えられませんでした。彼らが職を失い、社会的地位を失ったこと。それは、カオルが望んだことだったのでしょうか。ただ、自分の痛みを伝えたかっただけでした。誰かを裁きたかったわけではありませんでした。けれども、世界はそれを許しませんでした。カオルは、静かにパソコンを閉じました。窓の外では、夕暮れの空が広がっていました。これで、終わったのだろうか。カオルには、まだわかりませんでした。すべては、あの日から始まっていました。45年前の、あの教室から。それから1ヶ月が経ちました。カオルは、ブログを閉じました。言いたいことは、すべて書きました。もう、これ以上は必要ありませんでした。ある春の午後、カオルは病院の前を通りかかりました。40年間働いた場所でした。懐かしさが胸に広がりました。ベンチに座って持ってきた温かいお茶を飲みました。桜の花びらが風に舞っていました。その時、若い看護師が通りかかりました。カオルの後輩でした。宮部先輩。明るい声で呼びかけてきました。お久しぶりです。カオルは静かに微笑みました。元気そうね。看護師は少し躊躇してから言いました。先輩、あの記事を見ました。カオルの表情が少し硬くなりました。けれども、看護師は続けました。勇気をもらいました。私も昔、似たようなことがあって。その言葉に
カオルは驚きました。そうだったの。はい。だから、先輩の文章を読んで泣いてしまいました。看護師の目が少し潤んでいました。カオルはゆっくりと答えました。私は、ただ自分の人生を取り戻したかっただけ。取り戻せましたか？カオルはしばらく黙っていました。そして静かにうなずきました。少しずつね。看護師が去った後、カオルは一人でベンチに座っていました。すると、後ろから声がしました。宮出さん。振り返ると、佐伯理香が立っていました。カオルは驚きました。けれども、逃げる気にはなれませんでした。理香は、やつれた様子でした。以前のような明るさは、どこにもありませんでした。話してもいいですか？カオルは静かにうなずきました。理香がベンチに座りました。二人の間には沈黙が流れました。やがて理香が口を開きました。ごめんなさい。小さな声でした。あの日も45年前もずっと。カオルは黙って聞いていました。言い訳はしません。ただ本当にごめんなさい。理香の目から涙が流れました。カオルはその横顔を見つめました。そして静かに言いました。もう責めるのはやめよう。理香が顔を上げました。私もあなたももう疲れたでしょう。カオルの声は穏やかでした。許すとか許さないとかそういうことじゃないの。春の風が二人の方を撫でました。どこか遠くでチャペルの鐘が鳴っていました。ただ、もう終わりにしたいの。この重さを。理香は何も言えませんでした。ただ、静かに涙を拭いていました。カオルは立ち上がりました。さようなら、佐伯さん。そう言って、ゆっくりと歩き出しました。振り返ることはありませんでした。桜の花びらが風に乗って舞い上がりました。カオルの顔には静かな微笑みが浮かんでいました。数日後の朝でした。カオルはいつものように郵便受けを開けに行きました。玄関のドアを開けると足元に何かがありました。小さな花束でした。ラベンダーの優しい色が朝日に輝いていました。カオルはゆっくりとかがんで花束を拾いました。白い封筒が添えられていました。開けると短いメモが入っていました。ごめんなさい。あの夜、私も笑ってしまった。それだけでした。差出人の名前は書かれていませんでした。カオルはメモを静かに読み返しました。そして空を見上げました。青い空がどこまでも広がっていました。白い雲がゆっくりと流れていきました。春の風が頬を優しく撫でました。カオルは静かに息を吐きました。もういいのよ。その声は誰にも聞こえませんでした。けれども確かに空に響いたような気がしました。花束を抱えて部屋に戻りました。台所の窓を開けると朝の光が差し込んできました。ラベンダーの香りが部屋いっぱいに広がりました。スパゲッティの匂いはもうどこにもありませんでした。カオルは花瓶に水を入れました。一本ずつ丁寧にラベンダーを生けていきました。窓の外から鳥の声が聞こえてきました。子供たちの笑い声も遠くから響いていました。カオルは深く息を吸いました。そして静かに微笑みました。45年という時間は確かに重かったです。けれども、その重さを下ろすことができました。完全に消えたわけではありません。ただ、もう自分を縛るものではなくなりました。テーブルの上にはパソコンがありました。カオルはそれをそっと閉じました。もう書く必要はありませんでした。言いたいことはすべて伝えました。これから先は新しい日々が待っていました。どんな日々になるのか、カオルにもわかりませんでした。けれども、それでいいのだと思いました。窓辺に立ち、
カオルは外を眺めました。横浜の古い団地。20年暮らしてきた、この場所。ここからもう一度始めよう。そう思いました。ラベンダーの香りに包まれながら、カオルは静かに目を閉じました。朝日が頬を暖かく照らしていました。そしてギガメンはゆっくりと暗転していきました。最後までお聞きいただき、ありがとうございました。